皆さんこんにちは、パルです。いきなりですが、今日は何の日でしょうか？トゥ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 ン。はい、今日は成人の日でございます。皆さん、成人の日って知っていますか？日本では毎年1月の第2月曜日が成人の日として定められています。成人の日は国民の祝日なので、仕事もお休みになります。みんな3連休なんですね。先生は違うけど、先生は授業があるので全然3連休じゃないんですけど、世の中の多くの人たちはみんなお休みなんです。羨ましいですね。はい。で、成人の日に何をするかというと、もうすごく大きいことがあります。それは成人式です。成人式。はい。皆さん成人式ってどんな人たちが集まって何をするか想像がつきますか？成人式の成人っていうのは大人になるということですね。つまり20歳になる人たち、20歳の人たちがみんなで集まってお祝いをするという日なんです。で、実は2022年から成人年齢が18歳に変わりました。引き下げられたんですけど、今でも成人式は基本的に20歳で集まることが多いです。で、お酒やタバコも今までと変わらず20歳からじゃないとできません。ここは変わりません。単純に成人年齢が18歳にすでに変わりました。はい。そんな感じなんですね。じゃあ今日はみんなに日本の成人式について紹介したいと思います。では、成人式とは、新成人を祝福して社会の一員として大人になることをお祝いする日本の伝統的な行事です。この成人式は自治体が主催で、振袖や袴などの正装で参加して市長の祝辞や新成人の誓いなどが行われます。そしてこの成人式は中学の同級生で集まります。なのでほとんどの人たちとは5年ぶりに会うんですね。なので、本当に見てわからない人もいるし、わかるけど名前が思い出せない人も何人かいます。先生も当時もう7年前ぐらいになりますけど、参加した時は、やばいこれ誰とか、もう名前もどうしよう。向こうは覚えてるのに、先生だけ名前が思い出せないとか、そんな人もいました。逆に、全然変わらない人もいますね。もう絶対あの人じゃんみたいな人も何人かいました。まあ特にね、女の子なんかは化粧を覚えたりとかっていうのもあるので、かなりね変わる人もいるし、男の子でもやっぱり大人になって顔立ちがちょっと変わったり、男子でも女子でも髪を染めて雰囲気が変わったりとか、もう一気にみんなが大人になったっていう感じを味わえます。で、さっき言った通り、成人式では男の子はスーツや袴、女の子は振袖を着るんですけど、このことを晴れ着と言います。晴れ着っていうのは、お祝い事や特別な晴れの日に着ることからこう呼ばれるようになりました。で、ここで言う晴れの日っていうのは、天気が
晴れているいい天気という意味ではなくて、成人式だったり結婚式、それから卒業式、初詣、お正月とか、こういった特別な日のことを晴れの日と言います。なので、そんな特別な日に着る服ということで晴れ着と呼びます。じゃあ、成人式の、その式の流れを少し説明したいと思います。成人式はまず自治体の代表者による開会宣言が行われます。この宣言が行われたら、この式が始まりますよという合図です。その合図が終わったら、祝辞といって市長さんや議員さんなどの来賓の方からのお祝いの言葉をもらいます。ここまでのこの2つの流れが結構長いんですよ。もちろん話してくださっていますし、内容も自分たちをね、お祝いしてくれている言葉なので、すごく大切なものなんですけど、正直先生は当時半分寝ていました。やばい。最初は頑張っていたんですけど、眠い。いつ終わるの？って言って、多分寝てました。よくないですね。はい。ちゃんと聞かないといけないんですけど、結構眠いんですよ。なのでね、ちょっとここは踏ん張りどころです。そして、このお祝いの言葉が終わったら、新成人代表のスピーチがあります。新成人の中から代表で成人の誓いなどをみんなの前で述べる時間があります。先生は代表じゃなかったので聞く側でしたが、はい、先生の友達が代表として選ばれて誓いを述べていました。そしてその次に記念品の贈呈があります。新成人に記念品が贈られるんですね。これは場所によって違うと思います。先生もあったんですけど、何が贈られたか全く覚えていないんですよ。忘れちゃいました。どっか行っちゃったかもしれないですね。はい、何か贈られます。そしてこれが終わったら閉会。式が終わるっていう感じですね。成人式の式典自体の流れはこんな感じです。はい。そして式が終わった後はみんなでまず記念撮影をします。友達と撮ったりとか家族と写真を撮ったり、ここで結構時間を使う人が多いと思います。すごく仲いい子たちで撮ったり、久しぶりに集まったクラスメートとか、あとは部活動のメンバーとかね、そういう人たちといっぱい写真撮ります。本当にたくさん撮ります。あとは昔話にちょっと花を咲かせて、当時ねこういう風だったよねとか、逆に最近どう？大学どう？仕事どう？って話をしたりとかします。そしてこの撮影が終わったら、ほとんどの人は家に帰ったりとか、この振袖屋さんに行って自分たちの今のメイクだったり服をね変えることがあります。というのも、その日の夜に二次会とか同窓会が行われることが多いです。で、この二次会同窓会では、その当時の中学の同級生たちと、再会を喜んで思い出話をしながらお酒を飲んだりご飯を食べたりします。そんな時間があるので、一度帰って私服とか、ちょっとしっかりした服、例えばスーツとか、女の子だったらドレスとかに着替えたりします。はい、大体の一日の流れってそんな感じですね。ちょっと先生は二次会行かなかったんですけど、先生は式だけ参加しました。後でなぜかっていうのもお話ししようと思います。じゃあ次はですね、さっき成人式は女の子でも男の子でも清掃をするよっていう話をしたんですけど、
女の子の振り袖、なかなか大変だよっていう話をちょっと詳しくしたいと思います。っていうのも、振り袖を着るのも大変だし、ヘアメイクも大変なんです。髪の毛をね、すごく綺麗にしたりとか、あとは化粧ね、メイクしたりとか、この一連の流れ、だいたい1時間から1時間半ぐらいかかります。めっちゃ大変です。で、着付けといって振り袖とか袴とかを着るのって、ほとんどの人は自分でできません。本当に難しいんですよ。中に何枚も着て、で、帯をね、結んでってやるのがすっごく大変なので、頼みます。家族でできる人がいれば、誰かに手伝ってもらうし、家族の中にできる人がいないのであれば、振り袖屋さんに朝行ってやってもらうっていう感じなんですけど、もちろん新成人ってね、何百人何千人といますから、早めにみんな予約して行くんですね。これが朝がなかなか早いんです。先生は4時半ぐらいに行ったかな。めちゃくちゃ早い。もう眠いし、なんなら行くのがちょっとめんどくさくなるぐらい早かったですね。もちろんしてくれる人の方がもっと大変なんですけど、結構大変です。で、みんなね、ヘアメイクとかして、ちなみにこれが先生の成人式の時の写真です。前撮りなので当日ではないんですけど、こんな感じです。結構綺麗にしてもらいましたね。はい、こんな感じでします。で、この振り袖、レンタルでもいいし、買ってもいいし、どっちでも OK です。ただ、日本のこの和服ってとっても高いんです。みんなの想像しているより高いかもしれません。ので、レンタルする人が多いです。レンタルでも高いんですけど、10万、20万とか30万とかするかな。はい。買うよりかは安いので、買う人より借りる人の方が多いかなっていう印象です。ただ、やっぱりいろんなデザインもあるし、本当にやっぱり特別な日なので、みんな自分が着たいもの、これが可愛いと思ったら、それを着たいなって思うので、結構早くから探す人が多いです。高校生から探したり、1年前から探したりとかでみんなします。先生は買ったので結構ギリギリだったかなって思います。なぜか買いましたね。もちろん自分のお金ではないですけど、買ってもらいました。綺麗な黄色のね、はい。さっきの写真の振り袖を買ってもらいました。気に入っています。可愛いなって思ってるんですけど、はい、みんなそうやって準備をします。はい。まずはこんな準備があっての式に参加っていう流れですね。じゃあ次は同窓会、二次会のお話ですね。さっき言った通り、同窓会、二次会ではみんなといろんな思い出話をしながらお酒を飲んでご飯を食べてっていう感じで過ごすんですけど、先生はね、参加をしなかったんですね。なぜかというと、先生はその時お酒が飲めなかったからです。もちろんソフトドリンクを飲めばいいんですけど、なんかみんながね、お酒を飲んでいる中で、なんか自分だけソフトドリンクを飲むって寂しいなと思って、もう行くのやめたって当時は言ったんですけど、というのも日本って4月から3月までが同じ学年なんですね。例えば、先生の代で言うと、98年の4月から99年の3月までが1学年、同じ学年になります。なので、1月の後半の人と2月、3月の人って、まだ誕生日が来ていないので、20歳じゃないんですよ。19歳の時点で成人式に参加するので、お酒がまだ飲めないんですね。残念ですよね。先生も確かに当時、
なんか成人式といえども、なんか19歳だしまだ成人したっていう感覚がそんなないんだけどなーって思ってました。で、この二次会でね、みんなでお酒を飲むってすごく特別で、なぜかというと、やっぱりその二次会同窓会って中学の同級生で集まるので、みんなって子供の時の友達なんですよ。だから友達だった、その当時友達だった人たちがみんなお酒を飲んで大人になっているっていう、なんか感動と自分たちの成長を感じることができるっていう特別なものなので、なんか先生にとってはそこまでの特別感がなくてちょっと悲しかったっていう感じですね。で、最近では TikTok などを見ていると、彼氏彼女が成人式に来てくれて、大きな花束とか、なんかバルーン、大きな風船を持ってきてお祝いしてくれるとか、みんなそれぞれこういろんな形でお祝いをしているようです。で、先生みんな知ってる通り車が好きなので、結構車関係のお友達もいるんですけど、見ていると車と一緒に写真を撮っている人も結構多かったです。車が好きな人は車と写真を撮ったりしていましたね。先生はその時は車が趣味ではなかったので全然写真撮ってないんですけど、はい、いろんな人たちがいますね。みんなそれぞれ思い出に残る写真を撮っているっていう感じですね。なので、今日今日は街でもね、すごく綺麗な人たちがたくさんいます。女の子は綺麗で可愛いし、男の子もビシッとしてかっこいいですよね。みんな大人になった人たちがまた増えたなって思いながら見ています。先生ももうね、そんな風に感じる年になってしまいましたけど、いい日ですね。成人式はやっぱり見ていると微笑ましいです。みんな楽しそうだしね。いいなと思います。はい。みんなもね、もしこの成人式が行われる期間に日本にいたら、街をこう見渡してみてください。本当に綺麗です、みんな。すごい多分バチバチにメイクしてね、男の子もビシッと着てるから、いつもと違う印象があるんですよね。見てみると、かっこいいな、かわいいなってなると思います。機会があったらぜひ見てみてください。はい。では、今日は簡単に成人式についてお話をしました。もしね、成人式について他に気になることがあれば、ぜひコメントしてください。また返事しますね。はい。では、今日も先生のポッドキャスト聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。みんなまたね。20歳の人はおめでとうございます。また会いましょう。バイバーイ。